厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は名だたるロマン派の巨匠たちを虜にしたバイオリニストでもあり作曲家でもあるニコロ・パガニーニをご紹介します。華やかに活躍した大スターのパガニーニですが、その人生は想像を絶する壮絶なものでした。この動画ではパガニーニの名作をお聴きいただきながらパガニーニの人生についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。パガニーニは1782年、北イタリアの港町ジェノバのとても貧しい家に生まれました。パガニーニの父はギャンブル好きの商人で、マンドリンというギターに似た楽器を演奏していました。母はとても才能のある歌手だったそうで、パガニーニは両親と同じく幼い頃から音楽の才能を見せました。しかし本格的に音楽に取り組む前に、パガニーニは重いはしかにかかってしまいます。体が硬直し一日中動かなかったため、死んだと思われたパガニーニ。埋葬のために布に包まれた時にかすかに体が動いて事なきを得たと言われています。そんな病から徐々に回復しようとしていた6歳頃、父はパガニーニにバイオリンのレッスンを始めさせました。パガニーニの才能が金になると見込んだ商人の父は厳しい音楽教育を施します。パガニーニは朝から晩まで練習漬けの生活を送りました。少しでもミスをすれば父親に厳しく叱りつけられ、時に殴られたり食事が与えられないこともありました。幼く体の弱かったパガニーニにとってこれは過酷な日々でしたが、優しい母の励ましもあり、パガニーニは努力を続けました。その結果、パガニーニの実力は6歳ですでに相当な腕前になっていました。その抜きんでた才能はジェノバ随一のバイオリニストコスタの目に留まります。コスタに弟子入りしたパガニーニはさらに才能を開花させていきます。11歳の年にはジェノバで公式デビューを果たし、その演奏は大評判になりました。そして12歳の終わり頃、パガニーニは父と共にパルマに向かいました。コスタの推薦でイタリアの誇りと呼ばれるバイオリニストロッラに教えを請いに行ったのです。パガニーニの演奏を聞いたロッラは驚愕します。あまりの才能に自分にはもう教えることがないと言い、代わりに大作曲家のパエールから作曲を学ぶことを勧めました。実際にはパガニーニはパエールの師匠のギレッティから作曲を学び、ロッラからもバイオリンを学んだと言われています。こうしてパガニーニはずば抜けた演奏家になりました。バイオリンの大家でもあったフランスのバイオリニストクロイツェルは、病弱な14歳の美少年が超人的な演奏を披露するのを見てこう言ったと言われています。まるで悪魔の幻影を見ているようだった。15歳の年、パガニーニは父にパルマから呼び戻されます。そしてすぐミラノやボローニャ、フィレンツェ、ピサ、リボルノなど周辺都市をコンサートをして回りました。各地でパガニーニの名声は高まり、父は大金を手にしたと言われています。パガニーニはそんな父から自立をしたがっていました。そして16歳の年にパガニーニは両親の元を離れることにしたのです。向かったのはトスカーナ地方の古都ルッカでした。パガニーニはルッカの人々も演奏で熱狂させ、すぐに独り立ちすることができました。しかし音楽以外の教育を十分に受けてこなかった若いパガニーニは、付き合う人々に影響され荒れ果てた生活を送るようになります。派手な女性関係を繰り返し、溺れるようにギャンブルにはまっていきます。イタリア半島各地でコンサートを行っては、その収益をギャンブルですぐに失うということも日常茶飯事でした。そんなある日、パガニーニにとっての転機が訪れます。その日はコンサートの前日で、パガニーニはまたもギャンブルをしていました。掛け金がなくなったパガニーニは、なんと明日演奏する予定のバイオリンをかけて、結果負けてしまったのです。コンサート直前にバイオリンを失ったパガニーニは途方に暮れました。その時、フランスの商人がパガニーニに声をかけます。商人は熱心なアマチュア音楽家で、バロック時代に作られた名器と呼ばれるバイオリンガルネリウスを持っていたのです。パガニーニは商人からガルネリウスを借り、それで演奏した翌日のコンサートは大成功になりました。
商人もパガニーニの演奏に感動し、そのガルネリウスをパガニーニに譲ったのです。力強く個性的な音色をとても気に入ったパガニーニは、当時最強の兵器だったキャノン砲の名前を取り、そのバイオリンをカノーネと名付け相棒にしたのです。そしてその後、この名器カノーネを失うわけにはいかないと、ギャンブルから足を洗うことにしたのです。しかし19歳の年、パガニーニは忽然と姿を消すことになるのです。当時のイタリア半島はナポレオン軍によって戦争に脅かされていました。どうやらパガニーニは戦乱を避け、裕福なトスカーナの貴族で未亡人の女性ディーダと共に穏やかに暮らしていたと見られています。ディーダはシャトーを経営していてギターをたしなんでいたそうです。パガニーニはディーダのために農芸を研究し、ディーダと共に農地経営をし、さらにはディーダの好きなギターも特訓して短期間で超絶技巧を身につけるほど上達したそうです。バイオリニストのパガニーニがギター好きなディーダのために書いたと言われているのがロマンスという名前で知られるバイオリンとギターのための大ソナタです。しかし22歳の年、パガニーニは故郷ジェノバに戻ります。ディーダは止めることはなかったようです。そしてパガニーニは再びバイオリニストとして演奏活動を開始したのです。パガニーニが戻った頃にはジェノバはすでにナポレオンの統治下にありました。イタリア半島の多くがナポレオンの一族によって支配されていました。パガニーニの独り立ちの地でもあるルッカもその一つでした。ナポレオンの妹エリザがルッカの女工として君臨していたのです。パガニーニという凄腕のバイオリニストの噂はすぐにエリザの耳に届きました。そして23歳の年、エリザはパガニーニをルッカの宮廷楽団のソロバイオリニストに任命します。エリザはパガニーニを愛人として寝室に呼び寄せるほどパガニーニに熱心だったと言われています。しかしエリザは才能豊かな美青年のパガニーニを気に入ってはいたものの、パガニーニの演奏を最後まで聴くことはなかったそうです。そのためか、パガニーニはエリザではなく別の女性に夢中になっていたようです。その女性は毎回のようにパガニーニのコンサートに来てくれている熱心なファンでした。パガニーニはその女性と密かに好意を寄せ合います。そしてある日のコンサートでパガニーニは女性と示し合わせ、あるサプライズをしました。
その日ステージに立ったパガニーニのバイオリンには4本中両端の2本の弦しか貼られていませんでした。そして低い音の鳴る太い弦を自分に、細く高い音の鳴る弦を女性に見立て、その2本の弦だけで演奏したのです。女性はうっとりと聞き、聴衆もその曲芸的な演奏に大喝采でした。これを受けエリザはパガニーニに1本の弦だけで演奏できるかと尋ねます。パガニーニは快諾し、エリザの兄ナポレオンの誕生日に一番低い弦1本だけで演奏できるナポレオンという題のバイオリンソナタを披露したそうです。パガニーニが27歳の年、エリザはトスカーナの女大公になり、宮廷をフィレンツェに移した時もパガニーニを連れて行きました。長らくエリザの寵愛を受けていたパガニーニでしたが、ある日ちょっとした事件が起こります。パガニーニは宮廷舞踏会に軍服の正装で登場しました。音楽家の正装といえば燕尾服なのですが、パガニーニは宮廷楽団に召し抱えられた時に同時に近衛兵大尉にも任命されていたのです。しかしそれを知らなかったエリザの夫は、なぜ音楽家ごときが将校の正装をしているんだと怒り出します。さらには大尉に任命した張本人のエリザもパガニーニに燕尾服への着替えを命じたのです。これを拒否したパガニーニはその後ほどなくして宮廷を立ち去りました。宮廷の仕事を離れ、また自由な演奏家となったパガニーニは31歳ミラノ・スカラ座でデビュー公演を行いました。新聞では世界一のバイオリニストと絶賛されます。パガニーニはこの成功をきっかけにミラノにとどまって演奏会を立て続けに行い、ミラノでの名声を獲得します。そしてここから怒涛のイタリア半島ツアーを開始したのです。評判はイタリア中に広まり、当時の音楽家たちにもパガニーニの名前はよく知られていました。そして34歳の年、ベネチアでドイツ出身のシュポーアに出会います。シュポーアはベートーベンからも信頼された優れたバイオリニストでもあり、作曲家でもあった人物です。2歳年下のシュポーアはパガニーニに演奏を聴かせてほしいとお願いしました。しかしパガニーニは自分の演奏は大衆向きだからと断ってしまったのです。パガニーニはヨーロッパを舞台に活躍するシュポーアに対し実力不足を感じていたのです。そしてここからパガニーニは自分の個性を最大限活かせる曲を作曲するようになりました。その一つと言われているのがこちらのバイオリン協奏曲第1番です。パガニーニは自分のプロデュースのために書いた曲を生前ほとんど出版することはありませんでした。自分のパフォーマンスが模倣されないように楽譜を非公開にしたのです。オーケストラ用の楽譜でさえもコンサート直前に配り、終了後すぐに回収するという徹底ぶりだったそうです。パガニーニはすでにヨーロッパの巨匠たちに引けを取らない演奏家になっていました。中でも同じイタリア出身のロッシーニとは親交が深かったようです。ロッシーニはヨーロッパ中から人気を集めるオペラ作曲家で、ベートーベンが羨むほどの注目を集めた音楽家でした。ロッシーニとパガニーニは共に音楽家として理解し合っていました。パガニーニはロッシーニのオペラをモチーフにしたこんな曲も作っています。
この曲を作曲した2年後、パガニーニが38歳の冬のことでした。ロッシーニはローマの謝肉祭のオープニングを飾るオペラの準備を進めていました。しかし肝心の指揮者が最終のリハーサルの日に病気で出られなくなってしまったのです。それを知ったパガニーニは指揮者の代役を申し出ます。リハーサルに立ったパガニーニはオーケストラに実演を交えてロッシーニの作曲の意図を伝え、結果初演は大成功になりました。パガニーニの名声はとどまることを知らず、いつヨーロッパデビューしてもおかしくない状態でした。しかし体の弱いパガニーニをさらなる体調不良が襲います。慢性の咳に悩まされていたパガニーニは毒素を抜くためとして下剤を乱用していました。その結果体調が悪化してしまいます。あまりの体調不良で40歳の年には梅毒と診断が下ります。そして処方されたのが今では麻薬や毒として知られるアヘンと水銀でした。もともとの症状以上にこの処方によってパガニーニの体は蝕まれていきます。虚弱体質に加え、このような当時のひどい治療方法によってパガニーニはイタリアの外まで長旅をするのは難しかったようです。しかしある時状況が一変します。42歳の夏、歌手のアントニアとの間に息子が誕生したのです。パガニーニは息子を溺愛していました。もしかするとこの頃からパガニーニは愛する息子のために財を成すことを考え始めたのかもしれません。こうしてパガニーニは満を持してヨーロッパにデビューすることになるのです。パガニーニは45歳にしてモーツァルトやベートーベンらが活躍した音楽の都ウィーンへ向かいます。その1年前にパガニーニはローマ教皇レオ12世から黄金伯爵勲章を授与されていました。これはモーツァルトにも授けられた栄誉ある勲章です。噂だけではなく実績も兼ね備えたバイオリニストとなったパガニーニは鳴り物入りでウィーンデビューをしたのです。レデューテンザールでのデビュー公演ではこちらのバイオリン協奏曲第2番が初演されたそうです。公演は大成功を収め多くの人々を魅了しました。その中にはウィーンの大音楽家シューベルトの姿もあったそうです。シューベルトはパガニーニの演奏を聴くために家財道具を売り払ってチケットを買い、その演奏に感激したと言われています。ここからパガニーニは怒涛の東ヨーロッパツアーを開始します。プラハからドレスデン、ライプチヒ、ベルリン、フランクフルトにワルシャワ、マンハイムやミュンヘン、ワイマールにハノーファー、ハンブルクなどで公演を重ねます。当時の音楽家たちは皆パガニーニの虜になりました。シューベルトだけでなく、シューマンやベルリオーズ、リストやショパン、メンデルスゾーンをはじめ、様々な音楽家がパガニーニに影響を受けたのです。シューマンは将来の道を迷っていた時に、パガニーニの演奏に出会って音楽家になると決心したと言われています。またリストはパガニーニの超絶技巧を聞き、私はピアノのパガニーニになると宣言し、演奏難易度の高いピアノ曲を数多く作曲しました。前期ロマン派で起こった超絶技巧ビルトゥオーソブームはまさにパガニーニが火付け役となったのです。48歳ではパリオペラ座でデビューした後、パガニーニはイギリスへも渡ります。もはやヨーロッパでパガニーニの名を知らない者はいないほどでした。上流階級の人々だけではなく、普段コンサートには行かなかったはずの下流階級の人々もパガニーニの演奏を聴きたがりました。パガニーニのコンサートチケットは通常の2倍ほどの値段もしたのですが、それにもかかわらず飛ぶように売れたそうです。
レストランのメニューにはパガニーニの名前が付けられ、パガニーニの肖像画やイラストをあしらったパガニーニグッズがあちこちで売られ、貴婦人たちの間ではパガニーニを真似したヘアスタイル、パガニーニヘアが流行しました。しかし当のパガニーニは長期の過酷な演奏旅行に疲弊していました。睡眠中毒で視力は低下し、運動障害も患い、歯周病で歯はほとんど抜け落ちていました。ウィーンに着いた頃には結核とも診断され、強力な下剤を飲み続け、これも中毒状態でした。そこに過酷なスケジュールでの公演が続いたため、パガニーニは肺内出血で倒れることもあったそうです。さらにはそんなパガニーニに追い打ちをかけるように、パガニーニブームの熱も冷めてきました。コンサートにも空席が目立つようになります。そしてその時は突然訪れました。パガニーニが51歳の夏のことです。ロンドン王立劇場での公演を最後に、パガニーニはもうコンサートには疲れたという言葉を残し、イギリスを去ってしまったのです。肺の病で衰弱したパガニーニはヨーロッパ中の有名な医師にかかりましたが、いずれも治療は困難とのことでした。そんなパガニーニに53歳の秋、あるオファーが届きます。ナポレオン皇后からパルマ公国の女皇になったマリー・ルイーズから、宮廷劇場の監督にパガニーニを任命したいというオファーでした。パガニーニは故郷での新しい活動を望んでいたため、喜んでこのオファーを受け取ります。宮廷のオーケストラのレベルはあまり高くはありませんでした。そこでパガニーニはオーケストラを抜本的に変えようと行動します。しかし強引な人事を行うなど、急進的な改革を手順を踏まずに行ったため、パガニーニは宮廷の役人たちとたびたび衝突してしまいます。結果、1年も経たずにパガニーニは辞任に追い込まれてしまったのです。そしてその年、パガニーニにある計画が提案されます。その提案は、パリの繁華街に音楽とカジノの両方を楽しめるカジノパガニーニを建設しないかというものでした。音楽学校の建設も考えていたパガニーニはこの話に乗りますが、これが不運の始まりでした。出資計画がいかさまだった上、出資を持ちかけた人物当人が贈賄容疑で起訴されたのです。パガニーニは出資金の返還を求めて訴訟を起こしました。しかし逆に契約不履行ということで訴え返されてしまいます。結局施設を何とかオープンさせるものの、今度は運営に法律違反があったとしてカジノは2ヶ月で閉鎖してしまいます。こうしてパガニーニは莫大な賠償金を背負うことになったのです。この辛労でパガニーニの体調は極限まで悪化しました。急性尿閉を発症し、慢性膀胱炎と抗がん炎を併発、脱腸体をつけたまま数日間起き上がれないこともありました。さらには56歳の年、声まで失ってしまったのです。たびたび呼吸困難になるほどパガニーニの状態は深刻で、パリを離れ南フランス各地で療養しながら生まれ故郷のゼノバに戻りました。そして57歳の冬、暖かい場所で療養しようとパガニーニはニースに向かいます。担架で運ばれるほどの健康状態でしたが、カジノパガニーニの後始末のために様々な手続きをしなければいけませんでした。心休まる時間はほとんど取れなかったようです。この時のパガニーニの病状を医師はこう伝えています。後頭結核、肺結核、重度の血便、広範な浮腫、高頻度で重度の角炭と滑血と咳、咽頭、胃腸、膀胱の障害、失声症、深刻な無力症。
そして1840年5月27日、一世を風靡したパガニーニは凄まじい痙攣の末、息を引き取りました。直接的な死因は肺結核及び後頭結核とされています。ここまでパガニーニの壮絶な人生と代表作を紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はグッドボタンを押してください。感想はぜひコメントでお待ちしています。この作曲家紹介シリーズはこれまでにもたくさん出しています。概要欄にも作曲家シリーズの再生リストのリンクを貼っていますので、まだ見ていないものがあればぜひご覧くださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、楽器の解説や有名曲の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！